ここが好きだよ日本人へようこそ。最近の日本では特に女性からの人気が高いキャラクターがムーミン。2019年3月、埼玉県飯能市にムーミンバレーパークが誕生したこともあり、ムーミンのことを改めて思い出した人も多いでしょう。ムーミンは知っているものの、その生まれ故郷がフィンランドであることを後で知ったなんて人もいるかもしれません。テレビでアニメが放映されていたこともあり、子供が大好きなイメージはありますが、どちらかというと大人に愛されているキャラクター。ムーミンの生まれ故郷であるフィンランドにはムーミンワールドというテーマパークがあり、たくさんの日本人観光客が訪れていますが、一部のフィンランド人はそんな現象を冷ややかに見ているそうです。それは一体どういうことなのでしょうか。もい、こんにちは。私の名前はエミリア。フィンランドの西海岸沿いにあるナーンタリ生まれの23歳。フィンランドは北極圏にある国なので、夏になると白夜が訪れるんですよ。夜の11時になるまで日が落ちないから、寝ようにも寝られなくなるから、週末になると夜遅くまで広場ではイベントが開催されるの。日本に住んでいたら夜遅くまで太陽が出ている環境なんて信じられないでしょ。普通は太陽って東から昇って西の地平線へと沈んでいくものよね。でも夏のフィンランドでは太陽が地平線の上をただ移動するだけで、いつまで経ってもその下に行かないのよ。小さい頃から白夜に慣れ親しんでいたけど、寝不足になって心が陰鬱になることもあったわ。週末にイベントが開催されるのは白夜のストレスを緩和するためというのもあるの。ちなみに冬になると太陽が全然昇ってこないので、ずっと夜。お昼時も辺りは真っ暗で、太陽が出ないからめちゃくちゃ寒くなるのよ。フィンランドは素敵な国ではあるけど、気候との付き合い方はかなり過酷かもしれないわね。そんなフィンランドで生活しているから、私は四季がある国にとても憧れていたの。夕方になればちゃんと太陽が沈む国で暮らしてみたい。そんな思いも抱いていたわ。そんな私が海外に留学するという夢を持つのは自然な流れだった。最初は英語やフランス語を勉強していたけど、四季の移ろいを感じるなら日本が一番いいって聞いて、私は一年発起。19歳の時、日本語を学ぶことにしたの。日本語学校であいうえおから学び始めたわ。そこでいろいろ親切にしてくれたのが日本語教師の優香先生。大学を卒業してしばらく会社勤めをしていたんだけど、海外生活に憧れて日本語教師の資格を取ったんだって。私が初めて出会った時、優香先生は25歳。年齢よりも若々しくて、実は私と同い年なんじゃないかって最初は勘違いしてしまったわ。ある時、優香先生が私にこう言ったの。私がフィンランドを選んだのはムーミンが大好きだからなのって。それを聞いて私はとても驚いたわ。だってムーミンはフィンランド生まれではあるけれど、私は正直そこまで興味がなかったからね。ムーミンはヘルシンキ生まれのトーベ・マリカ・ヤンソンが生み出したフィンランドを代表するキャラクターであることは確かよ。テレビアニメだって放映されているから、5歳以下の子供は確かにムーミンが大好き。でも優香先生は25歳なのにムーミンが好きだなんてちょっと変じゃないって思ったわ。実は私が生まれ育ったナーンタリにはムーミンワールドというテーマパークがあるの。ナーンタリから湖を渡ったカイロ島がまるまるテーマパークになっているのよ。
フィンランドは冬になるとずっと夜になってしまうから、開園は夏限定だけどね。私が日本に興味を持つようになる前、遊びに来たおばと甥っ子を連れてムーミンワールドに行ったことがあるの。ちなみに甥っ子は2歳で、よちよち歩きはできるけど、遠出するときはもちろんベビーカー。私はもう高校生だったから、ムーミンランドには全く興味がなかったわ。だって日本で言えばムーミンはアンパンマンみたいなものだもの。自分のためというよりも甥っ子を喜ばせたいと思って一緒に行っただけだったわ。ムーミンランドに行った時、私は衝撃を受けたという思い出があるの。そこは赤ちゃん向けのテーマパークだから、私の甥っ子のように乳母車に乗った赤ちゃんがたくさんいた。それはいいんだけど、私がびっくりしたのは、フィンランドの赤ちゃんに混じって大人の日本人がたくさんいたことよ。新婚旅行のカップルや卒業旅行の大学生グループが中心で、子供連れは少ないように感じたわ。ムーミンランドには劇場があって、決まった時間にムーミン一家のショーが上演されるんだけど、大の大人の日本人が大喜びで鑑賞しているのよ。それだけじゃない。ムーミンパパやスナフキンが園内を歩き始めると、フィンランドの子供たちが一斉に集まって記念撮影を始めるの。そんな5歳以下の子供たちの行列の中に、20歳を超えた大人の日本人が混じっている。正直なところ、私は頭が混乱して軽いパニックになってしまったわ。そんな思い出があったから、ムーミンが大好きという優香先生の気持ち、実のところ全く理解できなかったの。それから3年、優香先生やいろんな日本人の先生のもと、日本語の勉強に励んだわ。大学卒業後、留学資金を貯めるためにアルバイトをして、23歳の時に日本留学が決まったわ。私が通うことになったのは、東京の近くの埼玉県にある日本語学校。学校の寮に住むことができたから、いろいろな国から来た留学生と友達になれたわ。時々日本人の大学生がボランティアで国際交流に来るの。それで日本人の友達も少しずつ増えていった。日本にやってきたのが秋で、その後冬を経験して春になって夏が来る。四季があるってなんて素晴らしいの。一年中時間の違いはあるけど、日中は明るくなって夜になったら暗くなる。日本人の皆さんはそんなの当たり前じゃないって言うかもしれないわ。でも私にとっては感動でしかなかったの。ある時、留学生仲間やボランティアで知り合ったみゆとどこかに遊びに行こうって話になったの。留学生活も終わりに近づいていたし、みんなで遊びに行きたいって思っていたから、もちろん賛成したわ。東京にはちょくちょく遊びに行っていたし、だからといって遠出する時間もなかったから、近場で遊べるところを探したの。ネットであれこれ調べているとき、埼玉の飯能市にあるテーマパークのサイトに目が留まったわ。どこか懐かしい雰囲気がして、よく見てみると、なんとあのムーミンの名前が。するとみゆちゃんがこう言ったの。あ、ムーミンバレーパークじゃない。行ってみたいと思っていたんだ。やっぱり日本人は大人になってもムーミンが好きなのね。どういうことなのって思っていたら、みんなが私も行ってみたいって言い出したの。正直なところ、私は赤ちゃんじゃないから全然興味が湧かなかった。でもフィンランドを代表するキャラクターだもの。全否定するわけにもいかず、仕方なく遊びに行くことにしたわ。ある日曜日、みんなで電車に乗って飯能市までやってきたわ。飯能駅は日本の駅なのにフィンランドっぽくなっていて、
どうして埼玉にフィンランドって思ったわ。そこから10分ちょっとバスに乗ってムーミンバレーパークに到着。乳母車ラッシュのフィンランドのムーミンランドとは対照的に大人のお客さんが多かった。もちろん家族連れもいたけど、大人だけのグループやカップルもたくさんいたわ。この時私が思い出したのはフィンランドのムーミンランドで受けた衝撃よ。ムーミンバレーパークは灯台やムーミンの家があるなど、フィンランドのそれと似ているところも多かった。もちろんフィンランドの赤ちゃん御用達のショーが上演される劇場だってあったわ。でもムーミンバレーパークにはフィンランドのそれとは決定的に違う点があったの。それはものづくり体験ができたりアドベンチャー体験ができたりすること。ムーミンのコスプレをしたファンが数人いたけど、フィンランド人は絶対やらないことよ。スナフキンやミーのコスプレイヤーと出くわした時、思わず記念写真をお願いしてしまったわ。みゆちゃんはそんな私を見て、フィンランド人だからみんなムーミンファンってわけじゃないのねって笑っていたわ。そして日本でムーミンが大好きな大人が多いのは、忘れかけている大事なものを思い出させてくれるからって教えてくれた。忘れかけている大事なものって思わず聞き返してしまったわ。だってムーミン谷の生活のどこに日本人が忘れかけている大事なものがあるのか全然ピンとこなかったんだもの。みゆちゃんは具体的に何っていうのは難しいんだけど、ゆっくり流れる時間とか飾り気のない自然の姿とか素に戻った自分の心とか、そんな感じかしらって教えてくれた。都会で慌ただしく生活している人がムーミン谷の住民の生活に触れると原点回帰するような気持ちになれるんだって。なるほど、そういうことなのね。この時私はフィンランドのムーミンランドにどうしてたくさんの大人の日本人がいたのか初めて理解できた気がしたわ。ぬいぐるみ作りのワークショップがあるというので、私は早速チャレンジした。お手製のムーミンのぬいぐるみはフィンランドに住んでいる家族へのお土産にするつもりよ。ナーンタリに住んでいるからすぐそこで買えるじゃないってきっと笑われちゃうと思うけどね。エミリアはフィンランドにいた時、白夜や極夜のような極端な気候にうんざりすることも多々ありました。日本人にとって春夏秋冬は当たり前のことですが、エミリアにとっては憧れの対象でした。朝になったら太陽が昇って夜になったら沈む生活もエミリアにとっては特別なこと。それと同じように日本人もフィンランド人にとっては当たり前のムーミンの世界に癒され、テーマパークまで作ってしまいました。エミリアにとって赤ちゃん向けのキャラクターに過ぎなかったムーミンが日本人の心を癒していることは大きな衝撃だったようです。日本人にとって当たり前のことが実は特別に素晴らしいものであること、他にもあるかもしれません。そんな素敵なことがどこかに潜んでいないか、身の回りを探してみるのもいいかもしれませんね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。